製品に穴を開ける方法について説明します。本動画では可動部の現在地に合わせて製品の穴の深さを制御します。動画、製品に穴を開けよう、パート4の続きから設定します。付属ファイル、also underline after 4.vcmx を開きます。製品を生成するタイミングをシグナルで制御します。加工機を選択し、モデリングタブを開きます。コンポーネントグラフウィンドウでコンポーネントクリエイターを選択します。プロパティウィンドウのインターバルは、コンポーネントクリエイターがコンポーネントを生成する間隔。リミットは、コンポーネントを生成できる最大個数です。シグナルで制御するため、インターバルとリミットを0に変更します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、シグナルからブール型を選択します。プロパティウィンドウで名前をプレートシグナルに変更します。コンポーネントクリエイターとシグナルを接続することで、シグナルの値の変化を検知し、コンポーネントを生成できます。接続を選択し、表示されたプラスアイコンを選択します。Add Connections Items ウィンドウで、コンポーネントクリエイターを選択します。Add Connections Items ウィンドウを閉じます。シミュレーションを再生し、プレートシグナルをオンにすることで、プレートを1つ生成します。リングは、リンクアンダーライン1が加工したとき、加工機上にプレートが存在する場合、生成します。コンポーネントクリエイターアンダーライン2を選択し、インターバルとリミットを0に変更します。リンクアンダーライン1が加工したとき、プレートを検出するセンサーを設定します。センサーの検出位置を設定するため、フレームを追加します。リンクアンダーライン1を選択します。ジオメトリーグループのフィーチャーを展開し、その他からフレームを選択します。センサーの検出範囲を緑色の刃の高さとするため、フレームを移動させます。ツールグループのスナップを選択します。緑色の刃の上面を選択します。センサーの検出範囲は、フレームのプラス Z 軸方向に設定されるため、フィーチャープロパティウィンドウの座標 RX を180に変更します。センサーを追加します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、センサーからレイキャストを選択します。レイキャストセンサーは、定義したフレームの位置から光線を照射し、光線と交差したコンポーネントを検出できます。センサーの位置をフレームを選択して定義します。プロパティウィンドウのフレームでフレームアンダーライン3を選択します。選択したフレームのプラス Z 軸方向に光線は照射されます。表示する光線の長さと製品を検出する範囲を設定します。最大範囲はセンサーと検出したコンポーネントとの距離を測定できる範囲です。シグナル範囲で実数型シグナルを定義することで距離を出力できます。今回、距離は測定しませんが、3D ワールドに表示される光線の長さを変更するため、最大範囲を100に変更します。検出式位置はコンポーネントを検出できる範囲です。検出式位置を100に変更します。3D ワールド上の光線の表示・非表示は、光線表示で変更可能です。センサーが検出した製品の情報を取得する場合、コンポーネントシグナルを設定します。コンポーネントシグナルとは、コンポーネントの情報を値として送受信できるシグナルです。動作設定グループのビヘイビアを展開し、シグナルからコンポーネントを選択します。コンポーネントグラフウィンドウでレイキャストセンサーを選択します。プロパティウィンドウのコンポーネントシグナルでコンポーネントシグナルを選択します。リンクアンダーライン1の現在地に合わせて製品の穴の深さを制御するため Python スクリプトを追加します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、その他から Python スクリプトを選択します。
エディターが自動的に開くため、デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外、削除します。Python スクリプトを含むコンポーネントの情報を取得するため、conp =get コンポーネントと記述します。sig conp.findBehavior と記述することで、コンポーネントのビヘイビアを参照できます。括弧内にコンポーネントシグナルと記述し、名前が一致するビヘイビアを参照します。同様に、コンポーネントクリエイターとコンポーネントクリエイターアンダーライン2を参照します。変数名は、クリエイターとクリエイターアンダーライン2です。クリエイターconp.findBehavior コンポーネントクリエイタークリエイターアンダーライン2conp.findBehavior コンポーネントクリエイターアンダーライン2と記述します。リンクconp.findNode と記述することで、コンポーネントのノードを参照できます。括弧内にリンクアンダーライン1と記述し、名前が一致するノードを参照します。.dof と記述することで、ノードの動作に関するプロパティを参照できます。シミュレーション再生中、処理を実行するため、def on run と記述します。while true と記述し、以下のプログラムをループさせます。プログラムを処理するとき、時間に猶予を与えるため、ディレイ 0.1 と記述し、遅延を発生させます。センサーが製品を検出したとき、処理を実行します。センサーが製品を検出したとき、コンポーネントシグナルの値に、コンポーネントの情報が格納されます。コンポーネントシグナルの値が空ではない場合、処理を実行するため、if sig.value not equal none と記述します。プロードsig.value と記述し、製品を定義します。info prod.get プロパティと記述することで、製品のプロパティを参照できます。括弧内に deep と記述することで、名前が一致するプロパティを取得します。info.value link.value と記述することで、deep にリンクアンダーライン1の現在地を代入できます。link.value には、リンクアンダーライン1の初期位置から、製品の上面に到達する位置までの距離も含まれています。-350と追記し、リンクアンダーライン1の初期位置から製品の上面に到達する位置までの距離を引きます。フィーチャーやジオメトリーを操作した場合、見た目を更新するため、再構築する必要があります。prod.rebuild と記述することで再構築できます。穴が貫通したとき、リングを生成します。リンクアンダーライン1が下降端に到達したとき、処理を実行するため、iflink.value =450と記述します。クリエイターアンダーライン 2.create と記述することで、コンポーネントクリエイターアンダーライン2から新しいリングのコンポーネントを生成できます。def on シグナルと記述することで、接続されたシグナルの値が変化したときに実行します。if signal.value =true と記述することで、シグナルの値が true であるかどうか確認します。creator.create と記述することで、コンポーネントクリエイターから新しいプレートのコンポーネントを生成できます。Python スクリプトをコンパイルします。加工機を選択します。コンポーネントグラフウィンドウのプレートシグナルを選択します。プロパティウィンドウの接続を選択し、コンポーネントクリエイターを削除します。プラスアイコンを選択します。Add Connections Items ウィンドウで Python スクリプトアンダーライン3を選択し、プレートシグナルと Python スクリプトアンダーライン3を接続します。Add Connections Items ウィンドウを閉じます。シミュレーションを再生します。プレートシグナルをオンにし、製品を一つ生成します。スタートシグナルをオンにし、加工機の動作を開始します。
緑色の刃が製品を貫通する前に、シミュレーションを一時停止します。マニピュレーショングループの移動を選択し、製品を移動させます。加工機の加工に伴い、製品の穴が深くなっていることがわかります。コントロールキーと Z キーを同時に押し、製品を移動する前の状態に戻します。シミュレーションを再開します。加工機が加工端に到達したとき、リングが生成されたことがわかります。スタートシグナルをオフにし、加工機を上昇させます。穴が製品を貫通していることがわかります。シミュレーションをリセットします。製品に穴を開ける方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。